just don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like.
5時42分です。昨日このキャンパスノート、この薄くて軽いこのキャンパスノートを1冊買ってきました。で、あともう一つ無印良品のサラサラ描けるゲルインキボールペンの赤紫色を買ってきました。私は手帳を書いたりするときに、自分手帳ですね、書いたりするときに黒いペンで書いてたんですけど、こういう赤系のペンで書くとちょっと気分が上がるなって思ったので、ネイルと同じ色だそうなので、この赤紫をちょっと買ってみました。いい色ですよね。今朝はこのモーニングノートを書いていきます。モーニングノートは本でずっとやりたかったことをやりなさいという本があるんですけども、その中に書いてあるこの朝書くノートなんですが、朝っていろいろ思い浮かんだりとか思考が結構クリアになったりとかするんですけども、起きてすぐ何でも書いていいんですね、このノートは。で、このノートに、1日3ページぐらいを目安にどんどん書いていくと、毎日書いていくと自然と自分がどんなことやりたかったかとか、今後どういうことやりたいかとかが結構見えてきたりするので、自分と対話するノートとしてこれを使っていきたいと思います。なかなか振り返りとかすることが難しい人もいると思うんですけど、これを朝書くことによって自分との対話の時間が取れたりとか、内省したりとか、あとは新しいことにチャレンジしやすくなるといったことがあるそうなので、私もこの夏このノートを使って続けていこうかなと思っています。いよいよ7月も始まったので、7月の目標を立てたり、7月8月、私の社労士の試験は8月の最終週日曜日にあるんですけれども、この2ヶ月でやりたいこととかを決めながら過ごしていけたらなというふうに思っています。もう一つ、私は目標を立てた時に、目標のやりたいことリスト、目標のリストと、あとビジョンボードといって、それを絵とか写真とかで目に見える形で表したものを作るようにしています。そうするとより目標が具体的になったりとか、イメージしやすくなったりとかするので、それをこの夏用に作っていきたいなと思っています。まずはこのモーニングノート書いていこうと思います。Dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes undercover agent. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come, and say by chance, don't you wanna make a man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins, I'm my worst enemy, but I still got a lot.
Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in... おはようございます。今は6時半になりました。朝会に5時20分の朝会に出てから朝の準備をして、先ほどこのモーニングノートを書き終わりました。今月から書き始めたんですけれども、これ結構気に入ってるのが、このノートすごく薄いんですね。薄くて軽いって書いてるんですけど、めっちゃ薄くて分厚いノートとかを昔使ってたんですけど、それだと終わるまでに結構時間がかかってたりとか、開くのちょっと重たかったりとかしてたんですけど、これはサクッと開けてサクッと書けて、カフェに行ったりする時とかも持ち歩きやすいっていうようなメリットもあって、とっても気に入ってます。色もこのピンクもすごく気に入ってます。今これに朝考えてたこととかをいろいろ書いてみました。最近だとYouTube の企画とか、あと次にやってみたいこととかいろいろ書いています。あとはこの夏の目標とかもちょっと書いてみました。7月8月ですね。8月末の社労士の本試験に向けて結構勉強に集中していきたいんですけど、それ以外にも少し時間を作ってどんなことをやりたいかとか、新しいことをどんなことをやりたいかとかをつらつらと書いてみました。今日は労働基準法をやっていこうと思います。昨日からこの選択式トレーニング問題集ですね。私はこの資格の大原の教科書を使っています。資格の大原のいろんな講座があるんですけど、こんな感じですね。資格の大原はいろんな講座があるんですけど、私はこの中でも社労士24という講座を受けています。オンラインの講座を受けています。というのも結構仕事が忙しい日とかにあまり教室に通えないこととかで遅れるのが嫌だなと思ったので、オンラインで、動画を視聴しながら学べる講座に入っています。最初の方は勉強のリズムとかをなかなか作りにくかったので、教室に行くのも結構ありかなと思ったりします。初学者の方は特になんですけど、教室に行くと多分いろんな同じ勉強をしている生徒さんに会えたりとか、あとはいい先生に都度質問できたりとかもするので、その点ではこのオフラインの講座に行くというのもとてもいいんじゃないかなと思っています。私は近くにあまりこの教室がなかったのでっていうのもあってウェブで受けてるんですけれども、そういうのもいいかなと思います。ということで今日は労働基準法ですね。これ何回も解いた記憶があるんですけど、まだまだ完璧じゃないので、これをまずは今日は完璧にしていきたいなと思います。頑張ります。Saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you.
今の時間はですね、夜の11時を過ぎたところです。今お風呂に入ってきて、もう寝ようかなと思ったんですけど、最後にこのあと数ページだけちょっと残って、あとラストこれだけちょっと残っていたので、最後まで一旦解き切ってから今日寝ようかなと思っています。さっき勉強してて思ったことなんですけど、昔いろんな勉強法の本とか読んでたことがあったんですけど、今日はですね私が勉強してた時にフロー状態に入るっていう感覚になって、フロー状態って何かっていうと、よくスポーツとかでゾーンに入るとかっていう、スポーツ選手とかでゾーンに入るとかっていう表現をすることがあると思うんですけど、そのことにめちゃくちゃ集中して自分の力、パワーをそこに集中できている、注力できている状態のことなんですけど、他のことを一切考えず、雑念とかが一切なくて、本当にそのことだけに集中できているっていう状態のことを言うそうなんですけれども、私さっきこれの問題解いてる間に結構今なんかフロー状態かなって思えるような状態になったんですけど、結構これって毎回勉強中にフロー状態に入れるとベストなんですけど、毎回そういうわけにはいかないと思うんですね。ただフロー状態に近づけることって結構できるかなと思っていて、どうやったらできるのかというと、私も少し勉強しつつ実践しつつ効果があった方法の一つとして、やはり習慣化ですね。で、習慣化もいろんなやり方があると思うんですけど、私はルーティン化するっていうのはすごくフロー状態に入るためにとても大事なことですね。よくスポーツ選手とかも自分のルーティンを作って自分のパワー、実力を最大限に発揮するっていうことをやられている方も多いと思うんですけど、勉強でも結構同じで、私のいつも Vlog を見てくださっている方はよくご存知かと思うんですけれども、私も毎朝ですね、ほぼ同じ時間に起きて同じような朝活のルーティンをやって、例えばモーニングノートをやって、その後にこの問題集を解いてっていうような、その繰り返しをいつも同じ時間に同じことをやるというのを一定心がけているんですけれども、それはですね、一つそのフロー状態を作るという上でもとても大事なことになります。新しいことをやろうと思うと結構いろんなことを考えて頭もたくさん使うんですけど、同じことを繰り返していると意識せずに自然にできることが増えていくと思います。例えば同じ電車に毎日乗る人は何も考えずとも改札出てどこの降り口で降りてっていうのがわかると思います。何番線に乗ってどこの号車が良くて、どこがエスカレーターに近くてとかってもう分かってると思います。何も考えずともそこのルートに行けると思います。でももし例えば引っ越してきて初めてその電車に乗るとか、初出勤日とかですごくいろんなことを考えて、でそういう時って集中するのってすごく難しいと思うんですね。なのでなるべく本当にこのことに集中したい、実力を発揮したいと思った時は、その他のことに意識しなくていいように習慣化を心がけるととてもいいと思います。習慣化をして意識せずともできることを増やすっていうことですね。それがフロー状態に近づく第一歩かなと思います。最近この問題集の解き方とか勉強1年ですね、1年ぐらいかけて資格の勉強、社労士の資格の勉強をやっているんですけれども、やっぱり勉強の仕方はいつもいろいろ変わっていくんですけれども、どういうやり方が自分に合っているか、どういうやり方だと自分はフロー状態に入れるか、とても集中できたかっていうのはやっぱり人によって違うと思います。ですがやっぱりその自分なりの方法を見つけるためにはいろいろ試していくことが大事だと思います。で、試しつつ私のおすすめは習慣化することっていうことですね。はい、ということでちょっとプチ情報という感じなんですけれども、今夜はもう少しこれの残りを解き切って頑張ろうと思います。